皆さん、ごきげんよう。私は、篠宮かぐや、スタンフォード大学の3年生です。本日は、昨年の曖昧な最後の問題についてお話しします。この問題では、ラグランジュ乗数法を用いてた変数回数の最大化を行います。では、まず問題を読んでみましょう。これは MAA による問題です。B を、超面積が54、体積が23である直方体の集合とします。B の各直方体を含むことができる最小の級の半径を R とします。この R の2乗は、互いにその正の整数 P、Q を用いて、T 割る Q と表すことができます。この時、P プラス Q の値をも読めなさい。少し複雑に聞こえますね。問題が与えてくれる情報を分解して考えてみましょう。まず、B は表面積54、体積23を持つ直方体の集合です。次に、R は B の各直方体を含む最小の級の半径を表しています。そして、求めるのは R の2乗です。これは直接求めるか、R を求めて2乗すること、でも止まります。しかし、この問題は単純な幾何学の視点だけでは解けそうにありません。そこで、適切な主語を導入しましょう。直方体を決定する3つの次元。すなわち、長さ、幅、高さを、それぞれ正の実数エビスとします。中学校の知識より、直方体の体積と表面積は、次のように表されます。この時点で最初の条件はうまく使いましたが、二つ目の条件の解釈が難しいですね。ここで次の定理を思い出しましょう。N 次元空間内の点の集合を包含する球が存在するための必要十分条件は、そのμの直径が集合の直径、すなわち集合内の任意の2展開の最大ユックリッド距離以上であること。直方体の頂点を結ぶ最長の線分は対角線ですので、この条件を数学的に表すと次のようになります。これは次の式と同値です。したがって、この関数 F を最大化することが目標となります。ただし、B に属する直方体の体積と表面積の条件を満たさなければなりません。ここで、ラグランジュ乗数法を用いることで対決できます。では、計画を立て、それを実行していきましょう。まず、目的と制約を明確にします。目的関数 F は A、BC の2乗和で定義されます。また A、B、C は次の2つの方程式を満たさなければなりません。これらを、それぞれ CT=0、H=0 と表しましょう。ここで、各制約に対して、ラグランジュ乗数ラムダ、μを導入し、次のような式を設定します。関数を代入すると、次の式が得られます。あとはこれを解くだけです。各変数に関する変微分を計算すると、次の連立方程式が得られます。第1式から第2式を引くと、他項式の積が0となる式が得られます。同様に同じ手法を用いると次の方程式が得られます。ここで3つの方程式を元に場合分けを行いましょう。ケース1、エビシマすべて異なる場合。この場合、次のような関係式が成り立ちます。これにより、μ、大イコールμ、b イコールμ、c イコール0となります。しかし、エビシはすべて異なるため、μ イコール0であることがわかります。すると、ラムダイコール2となります。これを元の方程式に代入すると、A と B と C の和は0と等しくなりますが、エビシは正の数なので、これは不可能です。したがって、ケース1は成立しません。ケースに少なくとも一つの変数が等しい場合、一般性を失わずに A イコール B と仮定しましょう。すると、次のような連立方程式が得られます。これを解くことで、A と C の値が求められます。エビスの2乗和を計算すると、与えられた制約の下で F の最大値は657割る16となります。したがって、R の2乗は657割る64となり、求める答えは721です。ご清聴ありがとうございました。